輩ジャパニーズカフェ、今夜もようこそ。猫先輩です。うさぴょめです。今日もよろしくお願いします。今夜のテーマはね、台風と大雨の備え方。毎年ニュースで見ますけど、ちょっと苦手なんですよね。わかる。だからこそ今日は落ち着いて一緒に整理していこう。はい、お願いします。前回はね、ご近所トラブルを角を立てずに伝える話だったよね。角を立てずにですね。そう、今回はその応用で災害の時にご近所と声を掛け合う話も出てくるよ。防災とご近所、つながってるんだ。ねえ、台風が近づくとどんな気持ちになる？なんかそわそわします。窓の外がうるさくなってくるとドキドキして。わかる、その感じ。でも何をすればいいかわからなくて、結局スマホ見てるだけなんですよ。多くの人がそうだと思う。情報は溢れてるのに行動に移せない。まさにそれです。今日のゴールはシンプル。早めに動ける自分になること。早めにですか？それが一番難しい気がします。だから今日は早めに動くための言葉と考え方を一つずつね。心強いです。まず台風と大雨って実は別物として考えた方がいい。別物なんですか？台風は風の被害、大雨は水の被害。守るものが違う。風と水、確かに対策が変わりそう。そう。最近は台風じゃなくても急な大雨で街が水浸しになるでしょ。ありますね。その原因でよく聞くのが線状降水帯ってことが。線状降水帯、聞いたことはあるけどよく分かってないです。雨雲が同じ場所に次々とできて線のように並ぶの。じゃあ同じところにずっと雨が降り続ける？そう、そこが怖いところ。短時間で川が溢れるくらい降るの。想像すると怖い。ここで言葉を3つ。氾濫、浸水、冠水。似てるけどどう違うんですか？氾濫は川の水が溢れること。堤防を越えて町に流れ込むの。堤防を越える。浸水は建物や家の中に水が入ること。床下とか床上とかね。冠水は道路が水に浸かること。車が動けなくなるやつ。なるほど。水がどこに来るかで呼び方が変わるんですね。整理できてきたね。山や坂の近くだともう一つ。土砂災害にも注意。土砂って土や砂が崩れてくるやつですよね。そう。雨が続いて地面に水が染み込むと一気に崩れることがあるの。前兆とかあるんですか？あるよ。小石が落ちてくる。斜面から水が噴き出す。変な音がするとか。そういうの気づいたらもう逃げないとですね。その通り。じゃあいつ逃げるか。ここで大事なのが警戒レベル。テレビでレベル4とか言ってますよね。数字の意味、実はよく1から5まであってね。レベル3は高齢の方が逃げ始める段階。そしてレベル4で全員避難。これが避難指示。レベル4、全員逃げるって覚えればいいんですね。それが肝心。あれでも昔は避難勧告って言ってませんでした？鋭い。以前は勧告と指示の2つがあってややこしかったの。今は避難指示に一本化された。迷わせないためにね。制度も変わってるんだ。一番伝えたいのが避難は早すぎるくらいでちょうどいい。でも逃げて何も起きなかったらちょっと損した気分になりません？その気持ちが逃げ遅れの原因なの。だからね、防災の世界には空振りを恐れないって言葉があるの。空振り？野球のあれですか？そう、バットが当たらないあれ。避難したのに何も来なかったっていう意味ね。でもそれは失敗じゃない。無事だったってこと。だから恐れなくていい。なんか気持ちが楽になりました。逃げる時の注意もあるよ。冠水した道は歩いて渡らないこと。膝ぐらいならいけそうですけど。それが危険なの。水の中はマンホールが開いてたり、側溝が見えなかったり。落ちたら終わりだ。それに膝の高さでも流れがあると大人でも歩けなくなるの。じゃあ早めに逃げて冠水する前に動くのが一番。つながったね。あと絶対やっちゃダメなのが増水した川を見に行くこと。田んぼとか気になって見に行っちゃう人いますよね。毎年それで事故が起きてるの。足元が崩れて流されちゃう。見に行かない、絶対。自分の家が危ないかは前もって調べておけるよ。調べるってどうやって？市や区が出している地図があってね。浸水しやすい場所が色でわかるの。それ見たことあります。赤とか黄色とかの。そう。自分の家が何色か、避難先はどこか、今確かめておくのが肝心。今確かめる。メモしました。それから大雨や台風では停電もよくあるの。
停電すると何が一番困りますか？私は情報かな。スマホの充電が切れると何もわからなくなる。モバイルバッテリーは充電しておかなきゃですね。そう、あと水ね。断水に備えてお風呂に水を溜めておくと安心。お風呂に水、賢い。台風の風、つまり暴風の対策も少し。暴風、風って何に気をつければ？窓が飛んできて割れることがあるの。飛散防止のフィルムとかね。ベランダのものも片付けた方がいいですか？絶対植木鉢一つでも風で飛べば凶器になるから。植木鉢が凶器、想像できる。海の近くだともう一つ、高潮にも気をつけてね。高潮、波が高くなるんですか？波というより海面そのものが盛り上がるの。台風の気圧と風でね。海ごと上がる、スケールが違う。車で避難するのはどうなんですか？荷物も積めるし楽そうですけど。気持ちはわかる。でもね、大雨の時の車は実はリスクも大きいの。リスク、例えば？冠水した道に入るとエンジンが止まって動けなくなるの。車の中に閉じ込められたら怖すぎる。そう。特に危ないのが道がくぼんでるアンダーパス。水が溜まりやすいの。低いところは水が集まるんですね。そういうこと。だから基本は徒歩で早めに近くへ。徒歩、早めに近く。リズムいいですね。持って逃げるものも人それぞれ違うって知ってた？水とか食べ物は同じかと思ってました。基本はね。でも毎日飲む薬とかメガネコンタクトは自分にしかわからない。確かに薬がないと困る人いますもんね。そう。だから市販の防災セットに自分用を足していくのが肝心。自分仕様にカスタマイズですね。そもそも情報ってどこで取るのがいいかわかる？テレビとか、あとスマホの通知？正解。一番早いのは住んでる市や区からのメール配信。登録しておくやつですね。そう。あとね、言葉で注意報、警報、特別警報で順に強くなるの。特別がつくともうかなりやばいってことですか？そう。数十年に一度レベル。特別警報が出たらもう逃げ遅れ寸前。出る前に動くですね。飲み込みが早い。あとね、紛らわしいのが避難場所と避難所。同じじゃないんですか？違うの。避難場所はとりあえず命を守るために逃げ込む広場。避難所は家に帰れない人が泊まって過ごす建物、学校とかね。なるほど、一時的か泊まるかの違いか。そういうこと。外が危ないときは逆に家にいた方がいいこともありますか？鋭いね。それが在宅避難や垂直避難。外が冠水してたら無理に出ずに家の上の階に上がる。逃げる、外とは限らないんだ。そう。一番安全な選択をその時その時で選ぶの。状況次第ですね。それと関係して避難は明るいうちにね。夜だと足元が見えないですもんね。そう。暗い中で冠水した道を歩くのは本当に危ない。じゃあまだ大丈夫が一番危ないのかも。いいこと言うね。家族とはぐれたらどうやって連絡すればいいんですか？災害の時は電話がつながりにくいの。だから前もって決めておく。災害用伝言ダイヤルとか集合場所を家族で共有しておくの。集合場所を決めておく、いいですね。今夜決めちゃおう。あとね、赤ちゃんや高齢の方、ペットがいる家は準備に時間がかかるの。自分一人とは勝手が違いますもんね。だからこそそういうお家は特に早めが肝心。レベル3で動き出す。レベル3でメモ追加です。実は友達が去年大雨でエレベーターに閉じ込められたんです。停電で止まっちゃったんだね。怖かったろうね。はい。それ以来階段を使うようになったって言ってました。賢い選択。大雨の日はエレベーターは避けるのが無難。今度友達にも教えます。ここまで聞いて頭がいっぱいかもしれないけど、全部一度にやらなくていいの。よかった。ちょっと焦ってました。まずは一つ。今夜自分の街の地図を見てみる。それだけでいい。一つならできそうです。そう、備えは積み重ね。今日の一歩が未来の安心になるの。一歩ずつですね。最後に、一人で抱え込まないこと。ご近所と声を掛け合うのも防災。前回の角を立てずに行きますね。そう、一緒に早めに逃げましょうって一言言えると強い。それなら私にも言えそう。でしょ？備えって物だけじゃなくて人とのつながりでもあるの。今日一番グッときました。じゃあ今日の言葉ちょっと整理してみようか。キーフレーズはこれ。空振りを恐れない。避難して何も起きなくてもそれは失敗じゃないと
無事の証。もう一回言ってもらえますか？空振りを恐れない。早めに逃げて空振りで万歳くらいでちょうどいい。例文作ってみていいですか？空振りでもいいから今逃げよう。どうですか？完璧。まさにその気持ちが命を守るの。もう一つ、肝心な言葉も覚えてね。肝心、こうを一番大事って意味。早めの避難が肝心。これも使いますね。その調子。じゃあ最後に練習。頭の中で一緒に言ってみてね。空振りを恐れない。せーのって言うよ。3、2、1。空振りを恐れない。言えたね。今度ご家族にも教えてあげて。今日は台風と大雨、本当に勉強になりました。難しい言葉もあったけど、一つでも覚えて帰ってくれたら嬉しいな。僕は空振りを恐れない。絶対忘れません。備えは早すぎてちょうどいい。怖がりすぎなくて大丈夫だからね。聞いてくれてありがとうございました。また次の夜ここで会いましょう。おやすみなさい。